中国选手给我听好了，你们算什么玩意儿，还和我们打比赛？刚才在屏幕前嚣张放话的日本男子很狼狈，直接在赛场上被中国选手重拳打哭，当着数千名日本观众的面哭的那是一个梨花带雨，泣不成声。你他妈娘们还娘们！暴揍日本拳王的中国选手焦维瑞，他来自河南周口，绰号妖刀，在日本连续 KO 2位日本冠军之后，强势夺走了日本排名第一平本连的金腰带。失去金腰带的平本连并没有直接与魏睿约战，而是在擂台一旁泪如雨下，声泪俱下。此等行为简直是比娘们还娘们。在此之后，魏睿做出了一段激情演讲。大家好，我是魏睿，来自中国，来自大东洋俱乐部，很高兴参加日本K1这个比赛这也是我很小的时候梦寐以求的舞台。非常感谢K1这个赛事邀请我来比赛让中国功夫在这个擂台上面展现到世界，让世界各国各地要知道中国功夫。我是魏睿。此战也算是魏睿的成名之战，因此一战魏睿彻底在日本成为了人人惧怕的中国怪物。所迎战的对手是日本拳坛最受尊敬的拳王平本连，他从小学初中就开始打比赛，一直延续连胜不败的战绩，这就让平本连彻底称霸了日本轻量级拳坛10年之久。这一次平本连将会迎来他有史以来打的最艰难的一场比赛，话就不多说了，来让我们欣赏一下魏睿的精彩表现。既然是在日本的地盘打比赛，台下的日本观众当然是支持平本连比较多点。异国他乡的魏睿并没有因此而害怕，完全已经把台下的欢呼声当成了狗叫，叫得越兴奋，魏睿打起架来就越顺手。日本排名第一的平本連率先开始压制魏睿，时时刻刻都在做着主动出击来猛压魏睿内围。戦で平本はゴンナパーに勝ち方しましたからね。まだ若い分どんどん一戦一戦強くなってますよね。そうですね。どうなるかわからないです。中村さんいかがですか？やっぱりウェイ・ルイはあれだけ盤石な戦い方で準決勝クリアして、ただ逆に村本選手は爆発力っていうのはあると思うんで、そこがね出せるかですけど、やっぱまずこの距離とディフェンスをどう潰せる。魏睿打得很稳健，不断的扫踢衔接组合拳，也是让平本连意识到了不对劲。魏睿客场作战又如何？日本排名第一还不是被魏睿牵着鼻子走，几乎不给平本连任势实施进攻的机会。毕竟俩人都是高手中的高手，一般情况下都是先礼后兵，并不会一开始就发起太过猛烈的進攻。そしたらやっぱウェイ・ルイゴンナパが上がってるのは想定してたと思うんですよね。そういった分ではサウスポーの対策っていうのは練習してここには来てると思いますね。続けてサウスポーにはなるわけですね。いや、関根さん、本当に当たるかどうかですよね。そうですよね。ただね、やっぱりゴンナパー KO してるんで、勢いっていうのがあります。その日の勢いっていうのがね、ありますですね。いや、関根さん、本当に一瞬一瞬成長しているんでしょうね。日本人对中国人的看法都很简单，并不相信魏睿能有资格夺得这条金腰带。还有日本拳迷在赛前做出预测，声称魏睿连一回合都撑不过去，就会被日本冠军平本连打成猪头。难道日本人被中国人打成猪头的次数还少吗？看来日本选手在日本挨揍的频率很低，那就让魏睿来拉升一下这个几率。いや互角ですね。負けてないですよ。ですね。ボディ、これ当たりません。でもそんなに無理な攻撃出してないですね、平本。出してないですね。あとうまくこう行くとこ引くとこを使い分けてるんじゃないですか。不管怎么说，平本连在日本拳迷心目中都很高尚，是一位人见人爱、花见花开的实力拳王。殊不知，魏睿的强悍也就只有平本连知道。毕竟此时此刻，平本连正在和魏睿交手。ウェイ・ルイですね。ウェイ・ルイですね。ボディ、右フック。ストレート。前蹴り、ローキックを返していきます。左ストレート。あれだけバックステップで左ストレートは避けない方がいいですね。避け方はちょっと怖いです。第二回合开始了，魏睿开始加强进攻来与平本连交锋。腹部已经被打红肿的平本连依然很顽强。别看魏睿所实施的进攻杂乱无章，其实都在紧盯平本连的腹部，不是重拳击腹就是扫踢击腹。时间长了，
平本莲的腹部定会留下不可磨灭的创伤。左ストレートだけは警戒した方がいいですね、本当に。平本が左に回りながら攻撃出しています。ウェイルイの外側に回っています。前に詰めていく、中央取った、左のリードのジャブ。左ストレートを下がりながら抜けるのじゃなくて、内に避けるんです。なるほど。それができると、バックステップだと追いついてくるんですね。バックステップだと下がっ面对魏睿所实施的一套组合进攻，平本莲就只还了一记扫踢。毕竟是在客场作战，不管怎么说，魏睿也要打出属于挑战者的气势，甚至直接追着平本莲暴揍。吃了哑巴亏的平本莲也不敢说话，只能先忍着魏睿的强攻，再另做打算。で相手に触ることが大事なんですよ。で一番やっぱ触りやすいのはローキックなんですよね。なかなか顔に当てにくいんで。サイドキックもある、ボディ、隣際。バックステップで逃れると、ここ最後、左のパンチも持ってきます。いや、左おお、変わった。いや、スペンサー緊張感ありますね。そうですね。一直到回合半段，平本莲才开始对魏睿发起反击。对于魏睿来说，这场比赛越来越有意思了。然而魏睿的猛攻一直在持续，而且还在换拳中命中了平本莲。这次有效进攻直接碾压了平本莲的点数优势，失去优势的平本莲开始慌了。结果魏睿一记重拳放倒了平本莲。きちんとパンチ当てましたよ。中村さんでもきっちり戦ってますね。そうですね。ちゃんとこう攻防の交換になってますからね。スペトクの時は一方的でしたけど、スペトクの時はもうスペトクのパンチもキックももうほとんど当たりませんでした、ウェイルイに。そこにいながら幻影と戦っているようだったら逆から回転してくるキックです。右のフックを切った左ミドル。很明显，平本莲根本就不是魏睿的对手，打来打去都是魏睿占领优势，全程都在被魏睿碾压，甚至连一个反击动作都没有。一旦发起一次反击，那么迎接平本莲的将会是魏睿无歇止的进攻。第2ラウンド残りが20秒です。K1 ワールドグランプリ初代ライト級王座決定トーナメント。左右のフック、ロー入れた左。引いた。いいですね。聞きましたよ。そうですね。はい、そう。その代わりガードが怖い。右しっかりガードを上げたい。飛び膝。で変わった。中村さんいいですね。そうですね。王座決闘トーナメント決勝戦です。第3回合开始了，不知道日本拳迷为何如此盲目自信，还声称在一回合魏睿就会被平本莲击败。这次魏睿要狠狠暴揍平本莲，将其见识一下中国功夫的威猛。面对开始发起反击的平本莲，魏睿依然不怂不惧。ハイグローブ平本は新生 K1 その誕生の日 K1 甲子園で優勝を果たしました。まさに平本蓮こそ時代に指名された新生 K1 の申し子。いいですね。パンチからやっぱり前足のロースね、これで。よりフックですか。ただウェイルイもこうなると多分掘り詰めてパワーをものに攻めてくると思うんで、そこは。看似俩人是在拼拳换腿，没有观赏性，其实这就是实力之间的博弈。谁要是放松一点警惕，那么就会挨到一连串的组合进攻，从而导致输掉比赛。不占优势的平本莲急于抢夺优勢，则是選擇對魏睿發起一波接一波的主動出擊。ウェイルイカットしないですね。根性でももうそうですね。来るなら来いみたいな。左出た。もう蹴らしてもいいからパンチで仕留めるって感じですね。もう次はありません。ここで勝った者が笑う。勝った者がベルトを巻く。お互い気持ちの勝負ですね、ここはもう。平本も打ち返した方がいいですよ、もう負けずに。ここまで見せなかった表情、ウェイルイです。苦しそうな顔。平本も出る。お互いきつい。ウェイルイも口開いてます。此时此刻，俩人的比赛才刚刚开始。别看平本莲的进攻更为猛烈一些，其实魏睿所实施的进攻才是最精准、最有力度的。看着魏睿安然无恙的腹部，我陷入了深思。很明显，日本拳王的腹部已經遭受到了重創，還在苦苦堅持對魏睿發起猛烈的進攻。看來魏睿還是打得太輕了。学生はこの決勝戦。いや、いいですね。ロキックいいぞ。足が怖い。掴んでますよね。こう抱えてきてますね。ウェイルイが。いやでもウェイルイも気持ち強いですね。強いですね。下がらないですね。左フック、これが怖い。ボディもそうだ。さあ、平本、ここで踏ん張りたい。ここで受けるのではなくて痛い。残り1分切りました。魏睿的打法很有战略性，
反观平本莲就只会无谓的猛打猛冲，这或许就是平本莲最后能做的动作了。除此之外，平本莲不是在挨揍，就是在等着挨揍。此时的魏睿已经杀疯了，连续的重拳就跟免费的一样，全部都砸在了平本莲的脑袋上。ローキック蹴ってもやっぱりあれだけ返してくると効いてないと思っちゃうんですよね。でもこれは効いてますからね。そこは本当に気持ちですよ。さあ、平本最後の一つ、最後の壁、これを越えた先に K1 の主役、スターの座が待っている。勝ち取れ、己の手で18歳よ。さあ、K1 旗揚げの日に。时间还剩下最后10秒钟，两人开始卯足了劲，使劲往死里打。下がるな、出ろ。さあ、残り時間が少なくなった。ここで試合終了。両者拳を上げました。青ウェイ2ポイント差。パンチを取りましたね。ジャッジ豊田が30対29。赤平本。判定是以3局2胜为判定根据，此时的俩人是1胜1负。毫无疑问，最后一回合的平本莲进攻很强势，自身的抗压能力也很强。不过魏睿的进攻则是更精准一些，打出的拳脚进攻富有丰富的力度和质量，业内人士称为是高质量进攻。最终魏睿获得了胜利，当着数千名日本观众的面，正大光明夺走了平本莲这辈子引以为傲的金腰带。如果满分是100分的话，你会给魏睿打几分？视频到这就结束了，咱们下期不见不散。